フライパンで高加水のフォカッチャを作りました。今回かなり水を多めにしていて、強力粉200に対して190の水いただきます。とてつもなくうまい。途中でね、こうガス抜きしたりとかはありますけど、ヘラとフライパンだけで、あと焼くときに蓋閉めてっていう感じでできるんで、そんな特別なね、道具使わなかったりとか、オーブンもいらなかったりとかっていうのをやりました。ボウルの中で混ぜて、で移して焼くだけっていうところで、フライパンでもできそうだなっていうところでね、なんかちょっと調べてみて、フライパンでやってるそのレシピあったりとかしたんで、参考にしつつ、米粉パンとかもフライパンで焼いてきたんですけど、今回はより簡単というか手軽というか、米粉のパンも手軽っちゃ手軽なんですけど、強力粉使ってこねない簡単なパンをフライパンで、最初ボウル使って混ぜて生地移してってやってたんですけど、これ別にフライパンの中で混ぜりゃよくねえかと思ってやったら別に全然変わらないクオリティでできたんで、今回はフライパンで完結させるっていう風にしましたけど、そのフライパンで混ぜるのが逆にめんどいとか、例えば発酵させる時にオーブンの発酵機能を使いたいとかっていう場合、フライパン入んない可能性あるんで、そういう時は別にボウルで生地作って、最後の仕上げの穴を開けていく前の直前の発酵の部分だけフライパンの中でやるみたいなってやっても別にいいですしっていう感じですね。基本的なその生地の混ぜ方作り方みたいなのが高加水フォカッチャの普通のやり方なんで、今回はフライパンで焼こうっていう部分だけですね。食感はすごい軽くてちょっととろけるようなで、外側サクサクでザクザクカリカリで中もちもちふわっとしてて、基本は結構しっかりできてるんですけど、なんか潰れたんだろうなっていう感じにはなってます。で、よくあるのはチーズとかトマトとか乗せてオーブンで焼くっていうのはありますけど、今回フライパンでひっくり返さなきゃいけないんで、乗せて焼くよりはできたやつを切って挟むとか、ひっくり返してからチーズ乗せるとかかな。野菜関係は挟んだりとかの方がいい気はしますね。ハーブ植えるぐらいはね全然いいと思うんですけど、あとなんか具材混ぜ込んだりとかもいいかもね。今回は仕上げにオリーブオイルかけて塩をちょっと振りかけてっていうだけなんですけど、めちゃくちゃうまい。で、あと使うフライパンはこういうちっちゃいやつだったら今回動画で使ったみたいにちょっと深めの方がいいと思います。これだとね、生地が膨らんでくるときに蓋に当たったりとか、発酵してくるときにラップにくっついちゃうとか、蓋で発酵やってたら蓋にくっついちゃうとかね、ありそうなんで、そういう場合はやっぱ大きいフライパンにしてやるとか、ボウルで発酵させて焼くときもこれだとやっぱ膨らみすぎ、ガンガンなければ大丈夫かな。全然大きい26センチとかのフライパンでもやったんで、それで全然問題なく、平べったくはなりますけど、もともとフォカッチャとかってそういうものなんで、問題なくできたんで、そういうのでもいいと思います。だいたい今この部屋24度ってなってますけど、これ撮り始めた時は18度とか19度ぐらいでちょっと寒いかなっていうところで暖房ついてる部屋に持ってって、だいたい23、4度ぐらいで僕は20分とか30分とか置いてましたね。という感じです。今年からはね、普通のパンも米粉パンももちろんやりますけど、米粉パンは結構いろいろやってきたんで、またさらにね、こういう普通のパンとかもやりつつとか、いろいろ考えてます。そんな感じで今日はフライパンパンでした。インフルエンザって言われてます。さよなら。